皆さんこんにちは。マリサだぜ。レイムです。今回はウルトラマンアグルを紹介していくぜ。アグルといえば、ウルトラマンガイアに登場するウルトラマンだぜ。作品内では、敵であったり、味方だったことや、クールな雰囲気から人気を博したウルトラマンね。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。アグルは藤宮ヒロヤが変身する青いウルトラマンだぜ。アルケミースターズの未確認粒子観測センサープロノーンからモスの実験中に、出会った海の青い光で変身能力を得たんだぜ。変身には専用ブレスレットのアグレーターを用いるんだぜ。アグルは、第3話から登場していたけど正式に名前が出たのは第16話で、それまでは単に青い巨人や青いウルトラマンと呼ばれていたのよね。そうだぜ。最初に名前が出たのがパソコンのコンソール画面に表示されたアグルのローマ字だったんだぜ。ちなみにアグルという単語自体は造語で、アグレッシブ、攻撃的な、や、アグリーメント、同意、承諾、契約、協定、悪、をかけているんだぜ。アグルという単語にも語源があったのね。悪も由来としているところを見ると、ヒール的なウルトラマンとして登場させるための名前になっているのね。アグルの体色はメイン色の青と黒と銀。初期形態は第3話から26話まで活躍したんだぜ。この姿の頃は、藤宮が人類抹殺思想に取り憑かれていて、ガイアやシブに敵対し、ヒール的な戦法を取るんだぜ。だけど子供を助けるなど、ダークヒーロー的な要素も濃かったんだぜ。ウルトラマンシリーズでは、初のバージョンチェンジ以外の初期状態でのメイン色が青ということと同時に、赤が一切存在しないウルトラマンなのね。シリーズ初の青色の容姿、今までになかったクールなキャラクター性に人気が出て、本来のメインターゲット層の子供たち以外の大人からも支持を得ることができたんだぜ。ウルトラマンは子供層がターゲットなのに、サブトラマンでありながら、立ち位置や容姿で人気が出たのね。次は、バージョンチェンジの紹介をしていくぜ。アグルバージョン1。V1 の容姿はさっき説明通り、青をメインとしているデザインで、サブトラマンながらも多彩な技を使うんだぜ。ガイアと同じくらい活躍していて技も多彩なのは魅力的ね。じゃあ、技を一つずつ紹介していくぜ。フォトンクラッシャーは、頭部のブライトスポットから光の刃を垂直に伸ばして、敵に向けて放つ必殺技なんだぜ。フォトンクラッシャーは、ガイアが使うフォトンエッジのアグル版といったところなのね。フォトンエッジと同等の威力を持っているのよね。リキデーターは、両手の間に作り出した光弾を放つんだぜ。ガイアのクアンタムストリームと、同等の威力を持つのね。アグルブレードは、右手に発生させる光の剣で、非常に鋭くて抜群の切れ味を誇っているんだぜ。アグルブレードは、切れ味抜群だけど長時間使用すると大量のエネルギーを消費するというリスクがあるわね。アグルスラッシュは、手から発射する光弾の技で、ガイアのガイアスラッシュと同系統の技なんだぜ。アグルスラッシュとガイアスラッシュの威力を比較すると、アグルスラッシュの方が上なのね。この他にも、体を空中回転させて放つキック技のアグル回転キックや、空中高く突進した勢いを利用して相手を投げ飛ばす技のアグルフライングアタック。体をドリルのように回転させて、敵に突っ込むスピニングクラッシャーがあるんだぜ。アグルは、格闘技も多彩な技があるのね。攻撃以外の技は、突き出した右手から放つ光線のアグルシールディングや、アンチマターの作り出した反物質シールドに開いた穴を塞ぐことができる、ディメンショナルクローザーがあるんだぜ。アグルシールディングは、ブラックホールなどの次元の裂け目を塞ぐことができる技なのね。突き出した両腕の先から発生させる赤色のバリアーのウルトラバリアーと、大地にエネルギー波を送り込んで、地中に眠る怪獣たちの覚醒を促す、アウェイクニングインパクトもあるんだぜ。バリアーを作ったり、怪獣を覚醒させたり、今までのウルトラマンがしないような技まであるわね。ガイアを反物質化させてた光線の反物質化光線もあるんだぜ。ガイアはアグルに反物質化された後、アンチマターの領域に送られていたわね。アグルの V1 でもここまで多彩の技があるんだぜ。次はアグルのバージョンアップについて紹介するぜ。アグル V2。アグル V2 は、第41話で初登場したアグルのパワーアップ形態なんだぜ。戦う誇りを取り戻した藤宮が真に守るべきもののために戦う力を欲した時に、海から与えられた光によって蘇ったアグルなんだぜ。アグルは、第25、26話でのガイアとの戦いの影響でゾーリムを呼び寄せてしまって、破滅将来体に利用されていたことを知ってから、自らの過ちに気づき一度戦意喪失していたわね。体色は青、黒、金で、メインの色は鮮やかな明るい青に変わっているんだぜ。
黒の割合も全体的に少なくなり、アグルブレスターと呼ばれる胸のプロテクターのボディラインに金色が入っているんだぜ。ノーマルとは違って、暗い青ではなくなっているのね。また、アグル V2 になってからは、わずかながらガイアを象徴する赤色の光までも帯びるようになっていたわね。アグル V2 の初登場の時は、海がモーゼの実海のように割れてその中から現れるんだぜ。このアグル V2 の登場シーンは現在でも、特撮屈指の名シーンとして有名ね。ガイア V2 と同様、これまでの光線技等は全て引き継がれていて、さらに強化されているんだぜ。基本スペックはガイア V2 を上回るんだぜ。ガイア V2 とは誕生の経緯が違っていて、アグル V2 パワーアップ形態はないのね。ただ、ガイア V2 よりも強いのね。アグル V2 になって以降は、甘さが目立つようになったから配線も少なくなかったけど、ガイアとの共闘では抜群のコンビネーションを発揮するんだぜ。ガイアとアグルは良き相棒といった間柄となったのね。また、アグル V2 が出てきてからは、以前の形態を V1 と呼ばれるようになったわね。次にアグル V2 で強化された技を紹介していくぜ。アグルストリームは、アグル最強の必殺光線なんだぜ。構え方は腕を組まずに右腕だけ立てて放つ、異色な構え方をするんだぜ。アグルストリームの威力は、ガイアのフォトンストリームと同等の威力で、無効化されたり、防がれたりしたことがない最強の技なのね。また、最終回でガイアのフォトンストリームと同時発射した技、ストリームエクスプロージョンの時のみ、両腕を L 字型に組んで発射しているんだぜ。アグルストリームは、ガイアと一緒に発射することが多かったのに、最終回のみフォームを変えているのね。フォトンスクリューは、リキデーターの強化版でスクリュー状の波動弾なんだぜ。フォトンスクリューは、ガイアのシャイニングブレードと同等の威力を持っているわね。アグルセイバーは、アグルブレードの強化技になっているんだぜ。アグルブレードよりも頭身がより細長くなっていて、切れ味も増しているんだぜ。アグルセイバーは、ただの強化版ではなく、引く戦法に特化しているわね。フォトンディスチャージは、全身にエネルギーを込めて一気に解放して、まつわりついた敵を吹き飛ばすんだぜ。敵全体を一気に、回避する技もあるのね。格闘技では I 字バランスのごとき開脚が印象的な、キック技のアグル V2 キックや、ガイア V2 を発射台にして敵に突撃する技のフライングアタック。バリアを一切使わず生身で敵の攻撃を受け止めるボディバリアがあるんだぜ。アグル V2 のキックの威力はシグマズイグルの装甲を破壊するほど強力だったわね。ボディバリアもあるが、最終話ではガイアと共に合体技としてダブルバリアというバリアを使うんだぜ。ガイアと背中合わせで行うバージョンはダブルガード戦法と呼ばれていたわね。次はウルトラマンオーブジオリジンサーガでのアグルの活躍も軽く紹介しておくぜ。アグルはオリジナルビデオガイアよ再び以来、実に16年ぶりの登場を果たしたんだぜ。また、初めて歴代ウルトラ戦士との共闘も果たすことができたんだぜ。アグルの初登場のシーンはファン必見ね。今作で青いウルトラマンの後輩、ウルトラマンコスモスとの共演が実現して、初めて青いウルトラマン同士の共演が書かれたんだぜ。青トラマンのマンタイプのコスモス、セブンタイプの共闘も書かれたのね。ここまでアグルについて紹介してきたけど、どうだったレイム。私はもともとアグルが好きだから最高の一言ね。最後にアグルの余談をレイムのために紹介するぜ。アグルの容姿の元ネタは、なんと、ウルトラセブンなんだぜ。セブンが元ネタなの？セブンは初期案では青いカラーリングが検討されていたんだが、当時の撮影技術の都合上セブンのカラーリングは赤色となったんだぜ。セブンのカラーリングが青色が初期案だったことも驚きね。口元のデザインはセブンの B タイプをイメージしているんだぜ。確かに、口元はどことなく似ているわね。また、ウルトラ戦士の中でセブンタイプの青トラマンはアグルが唯一だぜ。それにしても、アグルによって約30年ぶりにセブンの原案が日の目を見たのはなんだか嬉しいわね。デザインに関しても、序盤でアグルがダークヒーローとして登場するため、黒のラインを取り入れてるようだぜ。やっぱり色の配色によって印象は変わるものね。アグルは第26話で降板し、41話でパワーアップして再登場したんだが、これはファンからの人気が非常に高かったためという説もあったりするんだぜ。だけど、復活に関しては制作陣で決定事項のことだったと、20周年の超時空のフェスティバルで語られているんだぜ。もともと決まっていたことなのね。脚本家の小中氏はガイアの V2 登場以降も、どうにかして最終盤に、アグルとガイアの二人が肩を並べて戦う姿を実現させたいという思いがあったようなんだぜ。それを叶えてくれて私も嬉しいわ。
これからもウルトラマンについて色々と解説していくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。